初めましての方もこんばんは。物を整理したはずなのに、物をどこに置いたのかわからなくなって眠れない男、ゆっちです。皆さんは、整理整頓、ちゃんとしてますか？僕はですね、毎回動画が一つ作り終わった時に整理整頓をしようと心がけてはいます。心がけているはずなんですけどね。このチャンネルではガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは今日作るプラモ見ていきましょう。今日作るプラモは144分の1クバルカンザ・バングです。この機体は5スターで出てくる機体です。僕は5スター子供の頃に読んだっきりなので内容をだいぶ忘れております。なので漫画を読み返しながら思い出しつつ作っていこうと思います。それでは早速開封していきます。開封してランナーを並べていくとこんな感じ。そしてこいつらを一気に切り離すとこんな感じ。並べてみるとガンプラの HG とパーツ量は変わらない感じがします。まあ問題はここからなんですよ。そしてさらに組み上げるとこんな感じ。このプラモなんと接着剤必須なんです。なので分解できなくなり、後で塗装をするとき鬼のようなマスキングをしなければならなくなりそうなので、ここら辺で勘弁させてください。なので今日は可動範囲などのチェックはカットします。その代わりこのプラモがいかに接着剤が必要なのかを見ていこうと思います。こちら前回作った賜物前の説明書です。一応このプラモ接着剤推奨のマークがあるらしいのですが、接着剤推奨のマークがどこにあるのかわからない。まあそれだけパチパチ組み上げることができるんですよ、この賜物前はね。そして今回作るバングの説明書、どうやらこの黒い矢印が接着剤してくださいっていうマークっぽいんですが、なんだかほとんどの矢印が黒い矢印なんですよ。正直最初自分の目を疑いました。でももう開けちまいましたからね、しまいまでいきますよ。このキットの難易度が少しでも伝えることができたでしょうか。僕から一つ言っておきたいことは、このキットは初心者向けではない。よーし、言いたいことは言いました。それでは塗装の前の下処理いってみましょう。では行こう。まずは全体的にパーツが丸みを帯びているような感じがするので、この新たに購入したゴッドハンドの鉄ヤスリで全体的に少し丸みを帯びてしまっている角っこを全部シャープにしていきます。湾曲している部分はデザインナイフでカンナ掛けして尖らせていきます。処理が終わったら最後はヤスリ掛け。これで表面を整えていきます。次に合わせ目消し。消したい合わせ目の部分にミスターセメントを流し込み、両サイドからギュッと力強く挟み込み、中からニュッと出てきた液体をよく乾燥させたらマジックテープヤスリ800番で削っていきます。いい感じに消せてきたら最後に仕上げでマジックテープヤスリ1000番で削っていきます。ミスターセメント溶剤での合わせ目消しが難しいところにはポリエステルパテを使っていきます。その後よく乾燥させたらヤスリで表面を整えていきます。次にちょっとしたジオラマを作っていこうと思います。イメージはバングの登場シーンです。まずはミスタークレイ粘土を使ってある程度の形を作っていきます。本当は以前ジオラマを作った時に余っていた粘土を使う予定だったのですが、冒頭でお話しした通り整理しているはずなのにどこに物をしまったのかわからなくなってしまい、同じ粘土を買いに行こうと思ったらこういう時に限って売り切れだったっていうしょうもねえ話がありました。でもこういう粘土もあるんだなっていう新しい発見にもつながったんで、悪いことばかりじゃなかったです。次に100均で売っているインテリアバークを崖っぷちのところにペタペタと貼り付けていきます。その他の地面は乾燥して固まらないうちにインテリアバークを使って地面に凹凸をつけていきます。これで下処理は終了。細かい塵を水で洗い流していきます。その後よく乾燥させたら塗装の方いきますよ。まずはガイアマルチプライマーを全体に吹きかけていきます。これにより塗装時の腐食防止、塗装の食いつきを良くします。次にサーフェイサーエボを装甲パーツに塗っていきます。この時に最終確認として凹凸がないか確認していきます。ある場合は少しヤスリで表面を整えてあげます。
次にピュアホワイト、ヘキサバイオレット、アイアンブルーを調色して青い装甲パーツを塗っていきます。次にピュアホワイト、ヘキサバイオレット、ピュアブラックを混ぜて白パーツを塗っていきます。次に純色マゼンタを使って剣の刃先に色をつけていきます。そういえば皆さん、5スターはどこで知りましたか？僕はナイト・オブ・ゴールドが出てくるアニメ映画がきっかけです。そう、ナイト・オブ・ゴールド100分の1部屋に積んであります。今回のバングでいい時間かかりましたからね。100分の1となるとそのうち何かの記念とかの勢いで作りたいですね。次に剣全体にサファイアブルーを塗っていきます。持ち手は後でマスキングをしてメタルブラックを塗っていきます。次にサーフェイサーガンメタを使ってフレーム部分を塗っていきます。次に GX メタルブラックを使って先ほど塗ったフレームをさらにこのメタルブラックで塗っていきます。次にラフシルバーメタルブラックを使ってメタリックに塗った一部分を塗り分けします。次にラフシルバーを使って目の部分を塗ります。そしたら次に純色シアンで目に色をつけてあげます。次にサーフェイサーエボオキサレットを使ってジオラマを茶色に染め上げます。ここからは筆塗りによる部分塗装。マホガニーブラウン、ゴールドブラウン、ベーシックタンを使って筆塗りで全体的に明るい茶色を塗っていきます。ちなみにこの茶色は乾くとだいぶ落ち着いた色になっちゃいます。よく乾かしたらゴールドブラウンとマホガニーブラウンを使って少し暗めの茶色を岩の溝に塗っていきます。次にベーシックスキンタン、フェラーリレッド、ホワイトを使ってドライブラシをしていきます。次にフラットアルミを使って頭部についている飾りのパイプを塗っていきます。はみ出してしまった場合はエナメル薄め液で拭き取っていきます。次に墨入れブラックを使って装甲パーツに墨入れをしていきます。これもはみ出してしまった部分はエナメル薄め液で拭き取っていきます。そして次にデカールは付属しているデカールを使います。そして最後にクリアと艶消しを1対1に混ぜたものを全体的に吹きかけていきます。これで全ての作業は終了。撮影はしていなかったんですが、組み立てに2日ほど時間かかりました。それでは撮影の方行ってみましょうかね。天に代わり積みプラを成敗してくれる。
いかがだったでしょうか。今回の144分の1、クバルカン・ザ・バング。パーツ数はそんなに多くはないのですが、下処理はもちろん、組み立ても大変でした。いろいろと苦労した分、ちゃんとこのプラモが完成した時、とてつもない満足感に満たされました。ですが、できたはいいが、結構動かすとボロボロ壊れてしまうんですよ。またこのシリーズを作るときはもうちょっと工夫して作ろうと思います。さて、今日の動画は以上になります。5スター、実は狂乱の貴公子デコースが好きっていう方はチャンネル登録、グッドボタンを押してくれるととても励みになります。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。またな。